皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回は私のフランスでのとある休日の様子をシェアします。最初にやってきたのは不定期開催のディスカウントショップ。気に入るスニーカーがあるか見に来ました。デザインが気に入ったものがいくつかありましたが、ちょうどいいサイズはやっぱりもうなくなっていました。なぜか大量にあったマッククルーのシャツ。結局何も買わず退散。次は毎年この時期に開催されるワインの見本市へ。ランスにも数多くのシャンパンのメゾンがあります。入場料は1人6ユーロ。入り口で味見用のワイングラスが配られます。フランス全国からワインの生産者がブース出店します。ワイン以外の各地の特産品もちょこちょこあります。興味のあるワインスタンドに行って味見させてもらいます。私はワインにそんなに詳しくないのですが、あるブースの生産者さんがワインは嗜好品だから詳しくなくても自分が美味しいと思ったワインを買えばいいんだよって言っていました。帰ってきました。去年出会ったお気に入りの生産者さんがなかなか見つからず諦めかけていたのですが、帰る直前で見つけて嬉しさのあまりケース買いしました。まるでマスカットを食べているかのような爽やかな香りと味で大好きなワインです。福岡のレストランにも卸していると言っていました。さて夕飯を作ります。今日はブラッチョルというイタリア版さつま揚げのようなものを作ります。彼のおばあちゃんがイタリア人なのですが、おばあちゃんの家に遊びに行くたびに作ってくれてとても美味しいので、家でも挑戦することにしました。分量は概要欄に記載しておきます。まずナス 150g を1センチくらいの角切りにします。それをバターを熱したフライパンでしんなりするまで炒めます。軽く塩を振って下味をつけておきます。次にカチカチになったフランスパン 125g を細かいパン粉にします。ナスがいい感じにしんなりしたので一旦お皿に取り出しておきます。細かいパン粉だけ使うためざるでふるいます。パン粉は結構面倒な作業なので、市販の目の細かいパン粉を使うか、パンをあらかじめ小さく切っておいてから乾燥させてフードプロセッサーで砕いた方が簡単かと思います。とにかく水分をよく吸う乾燥した目の細かいパン粉を使うのが鍵です。彼が言うにはイタリアのおばあちゃんはパワフルなので、こんな作業もお手の物らしいです。次は粉状のパルメザンチーズ 100g をパン粉に加えます。
泡立て器で粉チーズの塊を砕きながら全体に混ぜておきます。パルメザンチーズが入るだけでなんだかザ・イタリアンな雰囲気が出ますよね。次は卵4つを少しずつ加えながら混ぜていきます。ゴムベラでさっくり混ぜていきます。私が料理しているといつの間にかそばに座っている犬。炒めたナスを加えて潰さないようにさっくり混ぜ、塩コショウで生地の味を整えます。形を整えているうちに揚げ油も熱しておきます。初挑戦だったので結構分厚く成形してしまったのですが、もっと薄い方がサクッとしていいかと思います。結構泡が出ますが、パルメザンによるものらしいです。あとは表裏きつね色になるまでじっくり揚げれば完成。初挑戦にしてはなかなかうまくできました。美味しそう。付け合わせはトマトソースパスタが一般的らしいので同時に作りました。ちなみにおばあちゃんの家では毎回ラザニアを作ってくれます。彼が言うには同じように作ってもおばあちゃんの味はどうしても再現できないんだとか。まさにおふくろならぬおばあちゃんの味。イタリアンな夜ご飯完成。
ブラッチョルとっても美味しかったです。ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。